思考実験シリーズ。今回は、現代功利主義の代表的な哲学者として知られるピーター・シンガーの、溺れる子供の思考実験を紹介するよ。溺れる子供か。なんか思考実験にありがちな、二者択一の選択を迫られそうで怖いね。じゃあ、まず、こんな場面を想像してみてね。あなたは最近、$1000の高級スーツを購入したばかり。おろしたてのスーツを着込み、気合を入れてパーティー会場へと向かっていた。すると、通りがかりの公園の池で、子供が溺れかけているのを目にする。周りには、人通りがなく、子供を助けられるのはあなただけである。そして、あなたは泳ぎが達者なので、子供を助けても溺れる心配はないものとする。ただし、事態は切迫しているため、スーツを脱いでいる時間はない。すぐに飛び込まなければ間に合わない。さあここで質問。あなたは、$1000のスーツを着たまま、溺れそうな子供を助けますか？当然、飛び込めばスーツは、二度と使い物にならないでしょう。皆さんもぜひ一緒に考えてみてください。マリサはどう思う？いや、こんな緊急事態に迷ってられないでしょ。飛び込んで助ける以外に選択の余地はないよ。そうだよね。そこでシンガーは二つ目の質問をする。もしあなたに助けを必要としている子供の命を救う義務があるとしたら、目の前の子供を救うことと、地球の反対側の貧困で飢えた子供を救うことには根本的な違いはありますか？溺れているか、貧困や飢えに苦しんでいるかといった状況の違いはあるとは言っても、助けなければいけないという点は違わないかも。シンガーも同じように考えている。目の前で溺れている子供と、地球の反対側のどこか遠く離れた土地で飢えている子供との間に、道徳的な義務の違いはない。あなたは、高価なスーツを買うのに使った$1000を、ちゃんとした慈善団体に寄付することで、遠く離れた土地で飢えている多くの子供たちを救うことができる。なるほど。そういう話か。私も寄付をすることは良いことだと思うけど、道徳的な義務とまで言えるのかな？そうだね。このピーター・シンガーの思考実験は結構誤解されている場合も多いようなので、しっかり解説していくね。まず、ピーター・シンガーがどんな哲学者か紹介するね。1946年7月6日生まれのオーストラリア・メルボルン出身の哲学者、倫理学者で、現在はプリンストン大学教授として、功利主義の立場から倫理問題を探求している。主要な業績として、動物の解放1975年の中で、動物実験と工場畜産を批判している。自身は菜食主義を貫いているよ。動物の権利を考える動物倫理学の元祖とも言える人物なので、この問題に関心のある人はぜひ一度読んでみてね。ちなみにシンガーは、この本の中で劣悪な環境で飼育された動物が苦痛を感じるような方法で、殺されていることを批判しているのであって、単に動物を殺したり、食べるなと主張しているわけではない点は注意が必要だね。そして、今回の思考実験とも関係するけど、自身も貧困と戦う NGO などの団体に年収の 25% を寄付している。有言実行だね。そして、なぜシンガーの動物倫理学の話を出したのかというと、シンガーが動物の権利について主張した議論と貧困問題に対する寄付の議論とは同じ構造をしているからなんだ。動物に対する道徳的責任として、従来は人間に対する残虐行為は許されない。つまり、動物に対する残虐行為は許されていた状況を批判して、それは人間中心主義に基づく、種差別主義に過ぎないと主張した。その上で、私たちが道徳的責任を負う範囲を、人間と動物、中でも哺乳類など苦痛を感じる、神経を有する動物まで広げている。同様に、人間に対する道徳的責任を、従来の私たちは特定の地域共同体に属しており、目の前の人々に対して道徳的責任を有する、という認識を現在は、グローバルな経済が成立し、環境、貧富の格差は、地続きであると批判している。その上で、私たちはグローバルな共同体に属しており、グローバルな道徳的責任を有する、と拡張している。道徳的責任の及ぶ範囲を拡張してきたんだね。そして、シンガーの議論では他者への道徳的責任の感情を、私たちに引き起こす原因が重要な根拠となるよ。シンガーの挙げる理由は、道徳的責任は、他者の苦痛を類推することで引き起こされるというものだよ。類推？つまり、自分が苦痛を感じた際の表情と他人の表情が似ているとき、相手は苦痛を感じているだろうと推測するわけだね。動物の場合は、たとえ表情から推測できないとしても人間と似た神経構造を持つ動物は、人間と同じ苦痛を感じているだろうと推測できる。そして、苦痛の表情や似た神経構造を持つということから、他人や動物に苦痛を与えてはいけないという、道徳的責任の感情が引き起こされるというのがシンガーの考え方なんだ。確かに、他人や動物の心を直接覗くことはできないもんね。さて、シンガーの主張の全体像を理解した上で、
シンガーの思考実験に対するいくつかの反論について見ていこう。まず、一つ目の反論は目の前の溺れかけの子供と遠くで貧困によって飢えている子供は異なる状況にあり、そこにある道徳的義務と解決策は異なるのではないかというもの。この反論は、まず道徳的義務を引き起こす原因についてのシンガーの説明に問題があるような気がするね。つまり、遠くの子供の上の苦痛の表情を直接見て、そこから苦痛を類推することはできないからね。ただ、シンガーはこの思考実験を何回か持ち出しているんだけど、一番最初にこの議論を登場させた、溺れること拡大するわという論文を読むと私たちはテレビによって貧困の人々の状況を知ることができ、彼らの貧困の原因は、私たちによる環境の破壊や、経済的な搾取にあると考えている。安価な労働力を国外に求めるのは、日本も同じ状況だね。そして、解決策は確かに自分が飛び込んで救うのと、寄付では異なるが、慈善団体が自分に代わって行うという意味では同じだと言える。二つ目として、慈善団体の寄付では、管理費や中間費用が抜かれ、大した援助にならないのではという反論に対しては、たとえ寄付金のかなりの割合が無駄になったとしても、私たちが寄付をすることで得られるコストは、寄付金が、あるいは寄付金の一部が、私たちの助けを必要としている人たちの元に届いた時に提供される利益に比べれば、とても小さいものである、と述べている。これは、寄付を行う私たちと貧困国との間の経済格差を前提とした議論だけど、その点にこだわった反論もあったよ。それは1000ドルのスーツを犠牲に、溺れた子を一人救うよりも、1000ドルの寄付で貧困に苦しむ100人を救う方が良いのかという反論だよ。これについては、シンガー本人は回答していないけど、おそらく、この思考実験を根本的に誤解していると思う。この思考実験が明らかにしようとしているのは、目の前の溺れた子にも、遠くの貧困に悩む子にも同じ道徳的責任があるという点だからね。おそらく、有名なトロッコ問題と混同しているのかも。一人を犠牲にして、5人を救うべきと主張するのが功利主義者だというイメージが強いのかもね。確かに、トロッコ問題と同じ種類の議論だと間違えているのかもね。確かに経済格差が存在していること自体は事実だけど、逆に言えば、私たちが世界の中で、相対的に豊かであればあるほど、多くの人を寄付で救うこともできるし、その責任も大きいと言えるだろうね。そして反論4は、シンガーにとどまらず現代の功利主義全体に対するものだけど、功利主義者は過度な要求をしている。装飾品や娯楽をすべて諦め、最貧国へ寄付すればよいのか？功利主義は、最大多数の最大幸福の範囲を広げ続け、最大化に反対するものを不正と判断する。動物、グローバル共同体、未来世代への責任など。そうだね。寄付自体は良いことだけど、それを行わないことが不正とまで捉えられると行き過ぎな気がするね。ちなみに、未来世代への責任は、資源問題などでよく議論されるけど、我々は将来世代に対する世代間の倫理的責任があるという議論だね。つまり、現代世代が資源を使い尽くしてしまえば、将来の世代にしわ寄せがいってしまうからだね。この反論に答える強力な理論に、部屋の二層理論というのがあるんだけど、これはまた功利主義自体を詳しく解説する動画で説明したいかな。最後に、まとめとして、シンガーの思考実験の意味について考えていきましょう。シンガーの議論を聞いて、目の前の子供と地球の裏の飢えた子供を救うことは、根本的に異なると感じる人もいるかもしれません。しかし、シンガーの議論は私たちがもはや国の垣根を越えた、経済、物の行き来を可能とする、グローバルな時代に生きているという意識に根ざしたものです。つまり、私たちは、目の前の子供だけでなく、地球の裏の子供たちに対しても責任を持ち、実際に支援を行える時代に生きているということです。その上で、具体的手段として、寄付の可能性が示されていると考えれば、私たちは何らかの道徳的判断を行う際に、地球規模の視野を常に求められていると言えるでしょう。そんな新しい人間像を示すものとして、シンガーの議論を読み解くこともできるのではないでしょうか。義務の話として理解すると極端な気がするけど、新しい人間像の提示としては、とても共感できる気がするね。グローバル化は経済格差を地球規模に広げたけど、一方で、少なくとも、クレジットカードがあれば、世界中のどの国への支援も可能になったという事実をこの思考実験は明確に描き出していると言えるでしょう。そうだね。以前なら地球の裏側の悲劇を知ることも、具体的な援助をすることも、現実的に非常に困難だったわけだからね。災害支援の時などは、特にそれを実感するね。余談だけど、今回の動画を作っている最中、以前、人気 YouTuber のラファエルさんの企画で、マネージャーの E さんが、ラファエルさんのランボルギーニを勝手に売って、カンボジアに井戸を作るというネタが思い出されたよ。ネット手続き一本でそれが可能な時代なんだと考えるとすごいよね。このチャンネルも収益を増やして、寄付金でカンボジアに井戸を作れるといいね。頑張ろう。
今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。